この3つを使ってカビの除去やっていきます。これね、育てすぎたかな。こちらまだ1年経ってない畳替えをした畳、これを梅雨前からなんとかカビをね生やすように企みまして、できるだけ風通し悪くしてたんですけど、今こういう状態。私の手が離れたらもう70切りそうになりましたね。でこれ人が快適なところが緑って説明書に書いてありました。で畳が快適なところも緑です。私の経験上はもう30度前後、それから 70% を確実に超えた時に急にカビたちが元気になる。今日そんくらいの数字出てます。夜でも。じゃあカビ見てください。今このカビのアップを見てもらってるんですけど、だいたい緑色から黒に近づくような点々、量は少ない方ですけど、割と時間を経て成長したカビですね。最初は普段生活してても気づかないくらいのふわっと白いやつとかがいたりすることがあります。だんだんとなんか緑とか青というか色が濃くなってきて、黒へ近づいていきます。それが今の段階。さらにひどくなると、私は稀にしか見てないケースですけど、黄色いなんだ花じゃねえのかくらいの花粉みたいなやつが突き出す。もうその頃には黒や緑はすごく濃くなって森のようになってる、そういうカビもあります。今回は黄色いのは一つも目につかないけど、割と緑が濃くなってる。それがそんなたくさんじゃないっていう状態ですね。ということで今回用意させていただきましたのは、この右手のハンディタイプの充電式掃除機。どこのメーカーかよくわからないです。そしてスプレーがついたエタノール、それと雑巾。この3つを使ってカビの除去やっていきます。その前にエタノールについてちょっと説明をさせていただきますと、これ見えるか。76.9 から 81.4VOL% とかなんですけど、お酒でいう濃さ、エタノールがどんだけきついか、それが 76.9 から 81.4。 これおすすめです。しっかり効果はあるけど、お値段もそんなせずに済む。でさらにめっちゃ純度高いやつは倍くらい値段してます。でこれより薄いやつは半分くらいの値段なんですけど、ちょっと効果が心もとない。なんでか言うたら、今いるカビを殺菌した上で次またカビが来ないで済むように、ある程度殺菌力高めの方がいいんです。お値段も含め効果も含めこちらがおすすめということで、どんな流れでカビの除去をしていくか。一番最初にこちらのエタノールで今ここにいるカビたちをやっつけます。次乾いたらどこのメーカーかわからない、ただし結構吸引力の強い掃除機でそのカビを吸い取ります。でそれでも取れなかったカビさんたちがいた場合、こちらの久保式さんのタオルゴ雑巾さん用いてしっかり落とそうかなと思ってます。ではいざシュッシュしてまいります。ちょっと多いんじゃないかくらいで、今ここ締め切ってるんですけど、アルコールみたいなもんですから、締め切ったところでやると飲酒運転みたいなことになりかねないんで、換気はしっかりしてください。そしたら今まだ掃除機で吸い取れないくらい湿ってるんでね、ちょっと焦らず待ってみましょう。1分くらい扇風機回してみました。そしたらもう畳の表面こんだけ乾いてるんですよ。これってなんでかっつうと、エタノールの濃度が高いこと、揮発するのが早いことで
例えばお水を畳にこぼした時にシミになるみたいな、そういうのを防ぐことができます。スプレーでシュッシュして細かく噴霧する上で、しかも1分もすればもう乾いちゃう。これが殺菌力の強いエタノールの力だから、殺菌力弱いイコール揮発力薄い、シミになりやすいってとこもあるんで、ある程度の殺菌力があるエタノール使いましょうということで、さっきの数字になります。ということでちょっと表面見てください。だいぶ年月かけて育てちゃってるんでね、こういう草と草の間に入ったやつとか一発で取れてくれるかなーって心配なんですけど、これもね経験なんでやってみましょう。そうしましたら乾いてきたところで掃除機をかけてみましょう。ということで、ある程度取れたけど根強いやつだけどね、さすがに残りました。ここで久保式の出番です。このタオルにこのエタノールをダバ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 、はい、行きましょう。まあだいぶ減ってますけどね。やっぱ目詰まりしてるのはこうやって濡れるとよくわかりますね。これね育てすぎたかな。ほらこんな感じ。もう一回やりましょう。たっぷりもう畳に染み込ます。ほら2回目はこんだけつかないですからね。1回目でだいぶ取れてたんですけど、こういう黒いのを落とそうと思ってブラシとか使うのマジやめた方がいいですね。もうここまで来たらすっごい細かい作業になるんですけど、もうこうです。一個一個ここね、濃いやつもうほらいぐつといぐつの間に目詰まりしてる。ほらここ黒いのがポンポンポン、ここにもいますけど、ほら取れますね。ここ濃いやつ。じゃあいきます。こんな感じ。そらねできたら掃除機で吸い取るレベルやったらええけど、こんだけ数ヶ月間かけてわざと育てたカビもエタノールさんとタオルさんだけでこんだけ綺麗になります。はい、ということで3ヶ月くらい掃除せずにカビを頑張って生やした部屋のこの深く根付いたカビくんたちを除去するという回でした。万が一カビを生やしちゃっても結構綺麗になります。でもその手遅れにならないように日々の管理はやっぱ大事。そこでおさらいしときたいのは、やっぱりカビを生やさないために何を気をつけたらいいか。カビが生えるには3つの条件があります。栄養と湿度の高さ、気温、この3つが整った時に一気にカビさんは元気になってバーって繁殖しちゃって、でそのカビさんのためにダニさんもやってきたりするっていうことですっげえ嫌な感じになるんですけど、この感じになる環境ってあなたが不快に思う蒸し暑いとかそういう環境と全く一緒で、それは楽器も革製品もお米もパンもみんなやられちゃう環境だから、この環境を作らないのが誰しも快適に過ごせる最高の状態です。だからめっちゃ単純で、自分自身が快適に過ごせる環境、これを整えてあげれたら畳にカビなんて生えないんです。楽器に手入れする、革製品に手入れする、自分自身のお肌をケアしたり、汗かきすぎたくないなとかでエアコン入れたり扇風機入れたり、そういうこと。自分自身に気持ちいい生活してもらったら畳も気持ちいい状態になる。それがまず一番で、それを繰り返してもらったらだんだん飴色に退色していく畳表のその日にしかない表情を楽しむことができます。まるでこう成長していく我が子の
日々の一瞬一瞬のように便利なものもいいけど、こうやって寄り添わなくちゃならない素材と歩む日々、そんなのに少し気持ちを向けてもらえたら嬉しいです。めっちゃする。では今回はちょっと言い出しにくいことを言い出したために長めになってますけど、繰り返し訪れてくれた人が少しでも見てもらえたら嬉しいなと思ってます。じゃあこれからも畳の何か心華やぐようなとことか、癒されるようなとことか、作るの難しいわいうやつとか、そして畳の上でもうちょっと歌い続けていきたいと思ってますね。畳達夫チャンネル、今後ともよろしくお願いします。バイバーイ。なんでだって